マスター、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。マスターは、ノンアルコールビールって飲んだり普段しますか？普段、はい、飲まない。まず飲まない。ゼロ。ノンアルコールだけですか？そう。十何年、いや20年しか飲んでないんじゃないかな。そんなにですか？そんなことないな。1回ぐらい飲んでんじゃないかな。実は視聴者の方からコメントをいただいていて、マスターにノンアルコールビールを飲んでもらって、その感想が聞きたいと。俺の？はい。そんな感想聞いてみんなそれでなんかあれなのかな。結構今ノンアルコールビールって味も進化してて美味しくなってきてるんで。そうだな、それでも聞くね、なんか、ちょっと味見をして、で率直な意見でいいので、ぜひコメントをいただけませんかって言ったんですけど。こんな俺みたいな酒の弱い男がノンアルコール飲んで酒強いじゃないですか。どうなんだろう。でもちょっと飲んでみたいのは飲んでみたいね。本当ですか？はい。ちょっと順番に一番王道、コンビニとかでも売ってるアサヒのまずドライゼロ。なんかスーパードライみたいだね。はい。キリンのグリーンズフリー、フルーティーなフルーティーなアルコールビールですね。カロリーゼロ、糖質ゼロ、プリン体ゼロのサントリーさんのオールフリー。アサヒ、キリン、サントリーだね。はい。正直な感想を今日は聞かせていただきたいので。はい。ちょっと飲んでみようか。お願いします。昔はこのノンアルコールっていうと、味なんて全然飲めたもんじゃないっていう声も聞いたことがあるんですけど。そうだね、俺なんか酒飲んで仕方ないから飲んだけど、だったらコーラにしときゃよかったなとか、ジンジャーエールにしときゃよかったなみたいなのあるけどさ。これはもう完全にアルコールゼロなんで、0. 何とかでもなく、もうゼロゼロですね。開けた感じはもうビールの感じと違うね。違いますか？ちょっとガスの感じくる感じが。こういう感じね。はい。色はみんな変わんないね。そうですね。ビールっぽいといえばビールっぽい色はしてますけど、泡の感じも確かに。でも泡が一番立ってるのこれが一番立ってるね。最後に入れたからですかね。いや。違いますか？このグラスになんかちょっとチョップしてる感じとか。飲んでみね。はい、ぜひお願いします。です。なんかでも一瞬鼻に近づく、ビールって思っちゃうね。はい。次。グリーンズフリー。はい。全然もうホップみたいな香りですね。甘い感じの。オールフリー。よく聞くのはオールフリーかな。全部違う。本当ですか？一個ずつ感想を聞きたいです。アサヒのドライゼロはどうでした？これはね、キレがある、すごく。食中、もう中華なんか食べた時、もうこれいいんじゃないかなと思う。スーパードライにちょっと近いんですか？いや、近いっていう感じもないけど、でもキレがある、すごく。こいつはなんかちょっとクラフトっぽいね。クラフトビールっぽいって、ベルギーのビールみたいな感じの一瞬思うよね。ただほらぐっとアルコール来ないけど、こいつはまたそのちょうど中間、オールフリー。これが一番複雑だね、味。水が美味しいなってこれまず思う。なんか水が美味しいっていうか、なんていうんだ、水、そうだね、なんかそんな感じがする。でも後味は確かに、そうだね、爽やかさ、なんか穀物みたいな感じの最後は後味が残るっていうか。今回やっぱりこの3種類を用意したんで、この3種類の話になってしまうんですけど、正直なところこの3種類の中だったらマスターはどれを飲みたいですか？もし飲むんだったら。これで今順位つけたからさ。この3種類で順位つけてる。これ減り具合で見てよ。一応自分なりにやってみたんだけど。なるほど。こんな感じ。あんまり言葉には出して言わないけど。わかりました。好みですからね、人の。それはやっぱりそうだね。
ただなんか前のはいなんだこんなの全然ノンアルコールビールじゃねえじゃないかっていう感じはしない。ちゃんとビールに近づけてるっていうか、なんかこれで顔が赤くなっちゃう人もいるんじゃないかなっていうぐらい、なんかほんと雰囲気というか。じゃこれで分かったでしょ今10位。はい。はい、すず。僕がどうかってことですね。そうありがとうございます。これで全然前でも飲めるからさ。はい。どうぞビールみたいな。なんか一瞬な、あれビール出されたのかなと思っちゃうな。はい。アサヒドライゼロ。ドライゼロ。でも名前と味はすごくぴったりきてるねこれ。本当だ。キレありますね。なあ。やっぱアサヒはドライっていうかさ、そこで売ってほしいねやっぱりね。アサヒのドライっていうのはやっぱスーパードライからこう来てるだけあってドライっていうさ。美味しい。美味しい？美味しいっていうかその脂っこいものを食べた後とかに。そうだろ？なんか飲みたくなるだろ？はい。余計なこう味が雑味がないっていうかさ。はい、次グリーンズフリー。やっぱりそうだね。ホップ3種類のホップが分かるだろうな。匂いが全然違いますね。そうだね。クラフトビールの匂いみたいな。そうだろう。いただきます。全然違う。何？いやフルーティーです。ちょっと。で全然そのドライゼロというよりも複雑な味がします。そうだな。だからこの本当ホップの感じとかさ。でなんかあえて苦味をどっかで持ってきたいみたいな感じがそうですね。あるけど、でも口の中は結構甘さが残るっていうか、フルーティーさが残るっていうか。ありがとうございます。ちょっとこの順位つけてんの？早くも生意気にも。いただきます。中間ですね。そうだろう。なんか確かに中間ですね。香りになりますね。だからちょっとこの辺はもしかしたらジンジャーエールで割って飲んで本当に良さがもしかしたら出てくれちゃうかもしれないけど、要はシャンディガフのビールの近さで言ったらやっぱドライゼロ、オールフリー、グリーンズフリーになるかもしれないです。ビールの近さ？ビールに近いかって言ったらビールに近いって言ったらこの辺だよ。そうですか。ただこれはやっぱスーパードライに近いっていうか。そうかそうか。だからこれは世界中の人が飲んで多分この辺美味しいって言うんじゃないかな、もしかしたらな。でもこれはやっぱ日本人の口によく合うっていうか、これ飲んだらもう本当に普通にこれだったらとりあえず今日は車の運転だから飲めないけどこれだったらちょっといいかなっていう。これはちょっとだから余計こうヘビの生殺しみたいな飲みたくなっちゃう。ビールを飲みたくなっちゃうとか。だから本当にちょっと複雑味も感じるし、麦っていうかホップの香りもちょっとどっかあるからなんかビールを欲しちゃうけど、でも飲んでて進化してますね。やっぱ各社すごいね。すごいですね。進化してるっていうかさ、でもちゃんと全部その方向性が違くて、でもちゃんと完成形にこう持ってきてるっていう感じがしますね。だからみんな俺たちはこれで行くんだっていうのがもう伝わるよな。そうですね。企業努力の賜物ですね。そうだね。やっぱすごいね、進化してるっていうかみんなでいろいろ考えて感謝だね。こういうことをしてる人たちは本当に日々どんなのをみんなが美味しいと思ってくれるのかなとかさ、いろいろみんな考えてくれてるってことだもんね。ただビールが飲める人だったらまだいいけど、ビールが飲めない人だったらこれ全く興味のないアイテムだな。正直ウーロン茶の方がいいみたいな。そっかそっか。そうだろ。そっか、ビールが好きだから。俺はビール好きだからどったらこれ飲んで代わりにしよう。そうとりあえずだからこれ車運転するからビールみんなビール飲んでるしとか難しいね。でもこんなに美味しいとは思わなかった。各社美味しさがすごく伝わってくるっていうか、ありがとうございます。みんなこういうのそうだね、車の運転とかねする前にビールなんか飲んじゃダメだね。厳しい。ダメだよ。事故になったら大変だからね。尊い命をなくす場合があるからね。そういう時はこれ飲んで国から頼まれてるみたいな。そうだね。厚生労働省から。そうですね。そんな感じです。はい。とてもいい経験をさせてもらいました。あ
ありがとうございます、どうもありがとうございます。また、よろしくお願いします。ありがとうございます。